はい、こんにちは。配信できてるよな。まだ俺しかいないけど。あ、始まったね。しゃあ、ベスト16と準決やね。ちょっとツイートするんで。お待ちを。皆さんこんばんは。今日もやっていきましょう。今日はね、休憩なしで10時までだね。マジでやばい。生活リズムも含めて。終わるわ。頑張ろう。よし。あと1分半かな。よいしょ。みんなこんばんは。50秒。もこさん、バーモス。くにさん、こんばんは。楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。今日は休憩なしかな。予定だと多分10時から、10時から、1時間でベスト16の試合の半分やって、11時から、ベスト16のもう半分やって、あとはベスト8多分4試合あると思うんだけど、もうそれはフルで見るって感じですね。予定だと。だからやっとフルで見れるから、なんかちょっと俺らがここはどうなったかとかは話しやすいかもしれない。そういったところも見てもらえると嬉しいかな。なんかさ、ここ何日間かな ?2 日間やったけどさ、
みんなから見てて、こうした方がいいとかってあったりする。俺もちょっとさ、映像の関連とかでさ、規約とかもちゃんと読んだんだけど、ちょっと怖い部分あるからさ。あ、森さんお疲れ様です。明日休みなので、朝まで見ます。ナイス。明日休みいいっすね。ゆっくり見ましょう。なんか本当に気になることとか、些細なこととかあれば聞いてもらっていいんで。俺はもうなんか、視聴者と一緒にみんなで盛り上げたいから。マジで気軽に皆さんコメントしてください。別にこの大会以外のことでもいいし、何でもいいよ。こっちの方がね、やっぱ話せた方がいいからね。が、いまだに俺しかいません。まあなんかみんな10時ぐらいには来るんですよ。今日はね、ジェイと豆さんとナスリが来るかな。お、50人いた。みんなありがとうね。ゆっくり見ましょう。これ声入ってるよな。昨日声入ってなかったんだよな。入ってるわ。So many matches to talk about. Everyone is going to deliver, I'm sure. Just my opinion. こんな感じだね。これ今映像です。オランダ、オーストラリア、モロッコ、ペルー、トルコ、サウジ、イスラエル、イタリア、アルゼンチン、シンガポール、フランス、スウェーデン、ブラジル、デンマーク、ドイツ、フィンランド。これ見る感じは、ざくに今日お疲れ。はい、こんばんは。失礼しますね。Is no games to disappoint. It's sad to think that we're going to half the teams there. Hey Mike, what's your favourite side around? いや、これはどうすかね。まず最初のね、試合、これはもう FIFA 事情です。Yeah, it's definitely an interesting matchup there. The Brazilians and the Danish guys met each other on the hotel during the ice bath and the sauna. And 10時からがオランダ、オーストラリア、トルコ、サウジ、アルゼンチン、シンガポール、ブラジル、デンマークだね。を、ザッピングでやる感じで。11時からがモロッコ、ペルー、イスラエル、イタリー、フランス、スウェーデン、ドイツ、フィンランドやる感じだね。で、0時からはもう1試合ずつフルで見れる感じなんで、より俺らが話しやすいかなっていう感じになります。ザクニキどう？どこが優勝候補とかさ。I think Singapore, how they defeated Spain, didn't they? It was absolute draw on the scene. Spain, you were getting all the reaction. そうだよね。アルゼンチンは完成度高いよね。I mean, that's the worst possible time. Yeah, and if you play it out as well, you look at Argentina. For me, the best performance in the group stage, even though there was some other or there were points, they had the toughest group, I think. And if you play it forward, look at the draw they could have to the final. They don't have any easy games. そうだね。If Argentina go the distance, it really will be a top. いや、そうなんだよ。そうなんだよ。そうなのよ。らしいよ。No, it's a really tough game for them, and I'm very aware of that. I think Brazil also respects Denmark a lot. It's going to be a very tight match, and with a lot of emotions as well, I think. So ちゃんとゴール前持ってって、ゴール前でスキルドリブルして決めるっていうこの鉄板だよね。アルゼンチンは。Singapore sending Spain home, but also that Peru and India matchup pretty special too. But guys, I also wanted to talk a little bit about on versus day 2. さすがにね、ちょっと俺らが一緒に戦ってきたね、シンガポールだからね。Me as well, Morocco, they got 11 points on day 6 on day 2. そうなんよ。13 points. そうなんよ。アルゼンチンとか南米のサッカー得意。ブラジルとアルゼンチンも結局個が強いっていう部分もあるから。It concerns me when I'm looking at this from an analytical perspective. I like to see consistency. And if you perform well, not so much in the next day, now we're going to be in two-leg fixtures versus the best of the best, the biggest names, the most comfortable on the biggest of stages. あとは、これもあるね。優勝、ここも楽しみだね、ブラジル、デンマークは。ブラジルが結局2位だったのか。1位だったんだ。あ、2位か。あれ、グループその声入ってない。はい。はい。あ、本当だ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。
thinking the job was done. But I think Mike made a great point talking about a three. He really because two-legged FIFA can change everything. You know, we saw coming out the block super fast. あ、こんばんは。お邪魔します。いけてました。すいません。すいません。Portugal, who exited the competition, no people like two はい。さっき喋って。 well suited to two-legged matchups. あ、こんばんは。 Didn't get to play in it. いけてるはず。い Well, Spen, I け believe てて you ほ have しい。 to go somewhere あ、 else. そうだね。まあなんか注目カードは16の注目カードはアルゼンチン対シンガポールって感じで。そう。昨年期の優勝候補はアルゼンチン。というか、その完成度的にも失点が10試合で6しかしてないから、攻撃に関しても綺麗だからっていう話をしてました。はい、すいません。で、まあ、そうだね、16の中だと、やっぱり逆山かな。逆山の、この、ドイツとフィンランド。こっちか、ここね。はい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 。反対側の、同じ16の反対側の山の、ドイツ対フィンランドの。ね、やっぱフィンランドは唯一、そう、個性しかない。個性しかない。唯一ね、ほんと、ずーっと、チェフのロングボール、そうだね、高い、背が高い選手に対してクロス上げたり、クラスが上げたり、クリック上げたりね。ってのが、その戦術面でのその工夫っていうか、まあ、割り切りがすごいよね。もう、これで勝つんだっていう。他のチームにはなかった、その、ね、ワンチャン爆発したら止め手つけられないみたいな感じはしてるんで、フィンランドも結構、まあそのダークホース的な意味でそうだね、注目かなって感じですね。僕の注目だから、この2つかな。アルゼンチンとフィンランドとアルゼンチンね。フィンランド。俺は、まあ俺もフィンランドと言いたかったことだけど言われちゃったから、やっぱりモロッコかな、個人的に推したいのは。やっぱりチームの雰囲気も、やっぱり昨日最初はちょっとダメで、あれってなってたんだけど、やっぱり点取ってからのこの叫びというか、チーム一体感になってる感じが、やっぱモロッコは他のチームとはないような感じがすごいしたから。で、かつ、やっぱり注目度としては低い、ダークホース的な扱い。だから、やっぱちょっとここは頑張ってほしいなっていうところと、まあ、ペルーとモロッコだったら、ちょっと昨日見てる感じだとモロッコ勝つんちゃうかなって感じなんだから。ね、最後、結構、ラスト2戦3戦ぐらいは、盛り上げ返してたイメージ。そうだね。があるから、でもやっぱチームとして強いっていうのはこの大会本当にすごく重要で、そのね、前回っていうかこの前に行われた大会、Eクラブワールドカップでもナポリスポーツっていうね、イタリアのチームがすごくチームとしてこうお互い選手もそうだしコーチもそうだし全員でこう盛り上げてこう勝ち進んでいってすごく印象的だった大会だったので、やっぱねそういったチームの力っていうのもこの大会かなりね、大事になってくる。一人でやるわけじゃないからね。二人でやって、かつ、まあ、後ろにコーチもいてどうするかっていうところだったり、まあ、お互いがどういう話をして、まあ、例えばセットプレーの時ですら、結構長く時間かけてるチームもね、あったりするから。まあ、本当にチーム戦ですね。チーム戦です、かなり。あとは、まあ、注目カードはいっぱいあって、実際もこのレベルだと全部注目カードになる。まあ、特にイスラエル、イタリアとか、イタリアはやっぱり、まあ、そのさっき、昨日が言ってたイタリアは、ナポリスポーツがいいクラブで、国として今年強いんで、イタリアの選手は。それがもう、かなり、個人的に下馬評というか、前評判は高かったから、どうなんだろうなっていうところでもちゃんと上がってきたけど、イスラエルがね、めちゃくちゃ強いね。いやもうどの選手もね出ても自信があるっていうぐらい本当にねグローバルシリーズでもかなり上位のそうイスラエルのユバルって選手がヨーロッパで1位だったんですよね。1位で、フェルダマンだったりねもう一人の選手ちょっと名前忘れちゃいましたけどもうかなり上位に食い込む力がある選手たちなんで本当にここは多分一番試合のレベルとしてはもしかしたら一番高い。こことブラジル、デンマークが一番高いかもね。うん。多分その2つが。ということで、そろそろ始まりそうなんで、画面を切り替えてやってみますか。はい。やりましょう。やりましょう。And
今日も2対2です。2対2です。1オンはあさってからですね。明日2オンの決勝と、ベスト4があって、あさってはお休みで、しあさって3日後から、だから日曜日からかな。から、1オンの。まあぜひね、まあちょっと1オン1に、やっぱなかなか2オン2って馴染みがないから、モードもないし。面白くないのかなっていう人多分やっぱ感じちゃうとは思うけど、まあ、俺らがね、そういった 2on2 のが何が魅力だったりとか、そういうところを話していくので、まあ、ぜひ 2on2 でもちょっと見てもらえると嬉しいですね。今日から決勝トーナメントです。今日からベスト16、ベスト8って感じですね。だから、まあもう、グループに比べたらね、グループだと昨日はすごい盛り上がったけど、Day1 とかだとやっぱり、まあ明日どうなるかなみたいな感じで。もう、ね、もう負けたら終わりだから。負けたら終わりの、あれもないからね。ルーザーズとかもないから。ないから。本当に負けたら終わり。マジで、うわっみたいな感じなんで、俺らも。いやー、シンガポール、ちょっと頑張ってほしい。シンガポールは頑張ってほしいね。コモチンさん、こんばんは。昨日に気づき、こんばんは。レッドブル対決。そうだね。ベスト8でデンマーク、ブラジルがデンマーク勝って、ドイツ、フィンランドでドイツだったけど、ベスト8で当たる可能性あるから。それも確かに当たったら面白そうだね。全部出る選手は長丁場ですね。まあ、大体は長丁場よね。マジで。まあでもワールドカップは特別だよね、やっぱ。全部出るってなったら1ヶ月、今回だとサウジアラビアに滞在して、でね、調整しないといけないって考えると、割とその遠征して、ホテルって落ち着けるようで、やっぱ落ち着けないっていうか、ところはあるんで、まあもちろん人によったら落ち着くかも。僕は結構落ち着かないタイプの人間なんで。だからどこか気を休まる場所がないっていうか、その辺の調整難しかったりするんで。そうだね。1ヶ月海外でね、何も知らない場所でプレイするメンタルって相当難しいと思うから。相当きついから、だからホームとか近場の人とかはやっぱりアドバンテージは多分あるだろうね。やっぱり。Massive opportunity for some shocks as well. Everyone's picked Argentina to a semi-final, quarter-final. もちろんね、なんかそう食べ物ってこうねストレスみたいなところはあるけどね。結構始まりました。お、ちょっとなんかラグいな。注目カードからちょっと映像ラグいな。ちょっと向こうのあれなんでね、ごめんなさいって感じ。これで重くなくなればいいんだけど。あ、いいね、ちゃんと映してくれあ、今日はカメラが映してくれてるね。ちょっとラグいのごめんね。多分ね、向こうの映像が調子悪そうだね。調子悪そうだね。みんなごめん。もう早速ハイライトではないから。あ、惜しい。いやいやいや、落ち着きすぎだろ、そこでそのプレーは。オーストラリアもね、いや、マジで頑張ってほしい。頑張ってほしい。危ない。ちょっと落ち着いたかな。ちょっとだけ配信落ち着いたかな。まあちょっと飛びな感じでするけど。conversations of being in the top 8, definitely not in the top 4, and I think that's kind of the next stage of progression. If you want to say you're one of the best nations or you're some of the best players in the world, someone's got to get that extra cook, that extra helping, that re-up, that refill. I can start using a lot of R words. You know how this will go. But I do think that's the next stage for Australia is that they're getting out of the group stages consistently, which is a big accomplishment, but now moving forward from there. マイクのノイズがひどいらしいよ。Served them so well over the last couple of days. We did say if there was a shock, it would be in that Argentina matchup.
あ、ノイズも戻りました。アルゼンチン先制したっぽいな。先制した。いやー、相変わらず。マイクのノイズ治りましたかね。進出した選手の中でワンは出れないですね。もちろんいますね。ノイズは治ったかな。ちょっと教えてください。Short corner being played out here from Singapore. If it does result in anything, potential chance. Argentina defending well, but the ball will continue to fall for Singapore. Let's have a look at it then. There was a goal between Saudi Arabia and Turkey, and it fell to Turkey. トルコ先生。いや、あ、来た。強いね。強いね。You're never going to be happy conceding a goal, but we might have an equalizer. I just saw a reaction. Something popped off in the group. トルコだと思うよ。Brought back to our attention, but you don't want to have a big mistake like that where you had the opportunity to clear the ball. サリたちがナイスみたいな。サウジか。あれ？サウジかもしれん。いや、トルコだよね。あ、トルコだよね。あ、で、追いついた。決め返したんだ。追いついたんだわ。なるほどね。そうね。開幕で追いついたんだ。I don't think I can get past not getting tired of it. We have Henry who's これだけひどい。 All the teams have him in the rotations. He's making a difference. He's scoring a bunch of goals with his left foot. これだけひどい。俺のマイクが悪い。Switched his foot. Still got the weak foot as well. He can do everything. And he's moving sides at agility. その指さんの接続が悪い。 25 minutes in, no goals as of August. Spoke to you before we started. You said you weren't necessarily nervous, but it is a real tough game against the reigning defending champs. こんにちは。こんばんは。一応入ったな。それで治ってればいい。あ、カクつくな。これ。この映像か、俺の PC かな。俺の PC だったら一回配信切ろうかな。開いてるもの一回全部落とす。そうだね。いいんじゃない？もう一回ちょっとこの一回切ってもらおうかな。August not giving us anything away. I feel like there was some back and forth that happened earlier this morning, and I'd love a little insider scoop, but I think August is pulling out on us. And you talk about upsets, or I talk about upsets. This could be one of those games. As good as Brazil's, まだちょっと割れてそうです。マジごめんね。It's just the reality of the situation. So you think the upset would be Denmark winning? これのせいかもしれないか。いや、それはないか。ちょっと一回俺も再起しか。When you look at Ajax, of course, with just PHZN and Resende, and then you add in Palinelli. カクつきすぎ。ああ、もう。すまんみんな。Ability-wise, nothing is lacking. A couple of South 映 American 像ひどいな。 nations 待ってね。 in action. そしたら。 Paul, they have got a corner, so he joined it at the time. They're dangerous, they're deadly, and they probably was if they through to the finals. That is unfortunately where that manual in is. It's whipped in. Clear. João Felix picks up the pieces. Nicholas on possession, switching the play. Slowly but surely trying to rework pass into a dangerous area. Virgil van Dijk. お疲れ様です。お疲れ。ちょっと待ってな、映像がさ、ついちゃっててさ。あら。一回配信終了。いや。一回ちょっと映像消えます。そう消します。違う。よし。じゃあ。はい。まだ音割れしてる J と視聴者の皆さん。We are going to play two legs of FIFA. Saudi Arabia did go 1-0 down to Turkey before equalising almost instantly. The first half will finish with Turkey in possession. They go into the break. 1 goal to the good. Hugo Lloris into R9. His turn can't quite spin the defender. And that will do us for half time with 1 additional minute. 何これ
impressed by Saudi Arabia getting back into that game. And Rich, I can't say that I'm surprised. There's not a lot of goals, not that much action. We now are playing in a two-legged format, and every mistake or error or moment of brilliance matters that much more. Any sort of separation or margin. And I just don't expect teams to go as risky, especially in that first leg, in the first or in these matches. There's no need for it. They're not going to commit the same way. Yeah, I agree with you, Mike. It's always going to be that when you're playing your first match of the day. Going to repeat myself. It is one of the hardest, if not the hardest match from a FIFA player's point of view, because you need to find that rhythm and flow again, and also have those starting nerves, which usually takes you around a game to actually get going. Well, let's have a look. There's not been very little goals. We've had 3 so far. The one side that is in a winning position are the team from South America, Argentina. They got a chip on the shoulder that they picked up in Qatar earlier on this season, and on the real pitch, on the virtual pitch, they're looking to go one step further than they have previously. That's a mess of a goal for Saudi Arabia to concede. However, what the next attack later, extra pass into Dosseri and a finish into the back of the nets. It's a best case scenario. You get that instant reply, the instant rebuttal, also the time that you're almost... maybe it's most dangerous. You're taking your foot off the gas pedal to just score a goal. It's the best time to have an equalizer. Well, back on board in the second half. What you didn't see at home, we've not really shown you too much of Australia versus Netherlands. Marcus Gomes had the tablet out. He was showing for the entirety of the 90 seconds instructions and tactics on that coaching device that they have. No scoreline as of yet. You probably take this going into the second leg at a draw. Well, and I set the stage a little bit. I briefly touched on it, but there's not a good percentage play in terms of risk to reward in the first leg. You want the goals or the opportunities to come from your natural flow, but the team press, the constant press, the micromanaging, some of those moments where you could step, you're probably more likely to be a little more passive and just kind of figure it out. It's always going to be a bit more conservative in the first match. You don't want to take any chances until you feel comfortable enough of doing it. And that's really the thing. That's why I always advocate for the first match of the day being the hardest one. No personnel changes either in the booths. All the 8 nations sticking with what they have started with. It's very early to make a change. Maybe you see that in the second leg. If you're chasing a goal, maybe Houston might feature for Denmark. Potentially Manu for sure.